GoPro の公式サイトから購入したんですね。それ以外にエンデューロバッテリーの方を1個購入しているんですが、10回ぐらい使いますとふくっと膨れてきたんですね。マイクの設定項目あったよなということを思い出してですね、でそれを LINE 入力の方に切り替えてみたんですよね。はい、皆様こんにちは。本日は GoPro Hero 10 Black を使いまして元ブログの方を行っていきたいと思います。今回のお話はですね、こちらの GoPro Hero 10にまつわるバッテリーと外部マイクに関してお話ししていこうかなと思うんですよね。まずバッテリーのお話なんですけれども、こちらの Hero 10はですね、購入時に付属してくるバッテリーというのは青い色したタイプのバッテリーなんですね。白い色をしたエンデューロバッテリーというのがですね、新たに出てきまして、それ以降は白いタイプのものが付属して発売になってきたんですけれども、ヒーロー10の場合はまだ青いタイプのバッテリーだったんですよね。そうしましてそのバッテリーを、追加でですね2個充電器が1個とセットになっているものを GoPro の公式サイトから購入したんですね。それ以外にエンデューロバッテリーの方を1個購入しているんですが、購入したのはですね GoPro Hero 10を公式で購入するときにアクセサリーも安くなるので、そちらの方とまとめて購入したんですよね。で、こちらの、青いバッテリーの方を以降はノーマルバッテリーと呼びますけれども、このノーマルバッテリーがですね、10回ぐらい使いますと、なんとふくっと膨れてきたんですね。バッテリーを抜き差しするときに何やらちょっと引っかかりのようなものがありまして、よく確認してみるとちょっとだけ膨れていたんですね。で、20回ぐらい使いますとぷくぷくになってですね、このまま使用していると、バッテリーの抜き差し以外にも何らかの支障が出てきそうでしたから使用するのをやめたんですよね。で、バッテリー青いもの、ノーマルバッテリーは全部で3個純正のものを持ってたんですけれども、3個ともですねぷくぷくになってしまいまして、全然使えないじゃんと思いまして、それからエンデューロバッテリーの方も、併用して使ってはいたんですけれども、そちらの方は20回ぐらい使ってみて、ちょっとだけ膨らんできたかなという感じが見受けられるんですよね。どうなんですかね。GoPro Hero 10が発売されていた頃のバッテリーってあれなんでしょうかね。原価安く抑えるためにあまりよろしくないバッテリーセル使ってたんでしょうかね。ノーマルバッテリーがもうダメになってしまってからはですね、慌ててですね、Amazon の方で、サードパティになるんですけれども、バッテリーの方を2個購入いたしまして、それを使ってみますと、だいたい今の現在の状況でですね、20分か25分ぐらいしか撮影できないんですよね。サードパティなので、純正と同じ性能はないだろうとは思ってはいますけども、それにしてはですね、短すぎるなと。結構使っていますから、劣化もあるとは思うんですけれども、そんな感じでですね、今はエンデューロバッテリーしかまともなものがないんですけれども、それもですね、購入当初、だいたい 4K の60フレームで1時間5分か10分ぐらいだったんですよね。で、今はだいたい1時間弱ぐらいかなになるんですけれども、ただこういうですね、原付でどこかに出かけたりですとか、長回ししたりとかするときには、バッテリーがやはり
なくなるのが早くてですね、特にサードパティのバッテリーはですね、その20分とかぐらいで切れちゃうんですけれども、自宅で確認してみたらですね、まだ残量が40%とかあるにもかかわらずバッテリーなくなりましたって強制的に電源切られちゃうんですよね。これに考えられるのは、ヒーロー10ってそこそこバッテリーの電力を消費するんですけれども、バッテリー残量の方が減ってくると、供給する消費電力の方が足りなくなるので、カメラ側の方ではバッテリーがなくなりましたという判断で切られてしまうというふうに考えてはいるんですけれども、それを証明しようと思いまして 1080p で撮ってみたんですけれども、そうすると 10% を切っても録画が停止されることなくずっと電源入っていましたから、多分やっぱり消費電力の方が必要なんでしょうね。じゃあエンデューロバッテリーの方ではどうかと言いますと、こちらはですね、なくなるまで、使用の方はできたんですけれども、なので現在はですね、こういうモトブログなんかをするときはですね、サードバティ製のバッテリーを使いまして、モバイルバッテリーから給電をしながら撮影の方をしているんですよね。そうしますと容量に関係なくですね、撮影長時間できますので、今発売されている、ノーマルのバッテリーもエンデューロのバッテリーもプクプクするのかどうかは分かりませんけれども、私が購入した当時はですね、そういうものばかりだったので、ちょっと純正バッテリーはもう買わないかなと、サードパティでいいかなと思っているんですよね。次はですね、外部マイクのお話なんですけれども、こちらのうわちょっと風強いぞ。今まで 3.5mm のピンマイクの方を使って収録してきたんですけれども、いつ頃からですねワイヤレスマイクの購入いたしまして使ってきているんですけれども、現在もですね DJI マイクミニというものを使って収録しておりますが、ワイヤレスマイクを使っていて、常々感じていたことはですね、少し音が大きく入りすぎているんじゃないかなというふうに感じたんですよね。で、同じ状況で 3.5mm のピンマイクの方を使ってみますと、正直そんなに大きな音にはならないんですけれども、最近まではですね、そういう形で撮ったんですけども、そういえばメディアモジュラーですとかマイクアダプター使う時には、マイクの設定項目あったよなということを思い出してですね、でそれを LINE 入力の方に切り替えてみたんですよね。そうして現在使っているんですけれども、そうすると、従来通りといいますか、使いやすい音の大きさで取れるようになったんですけれども、普通のピンマイクを使う時には、マイク標準だったかな、標準マイクだったかなどっちか忘れましたけども、そちらの項目に切り替えて取るんですよね。LINE 入力の方に切り替えますと、アンプですとかを内蔵しているものからですね、カメラの方に音を流すという時には LINE 入力というものに変更するみたいなんですけれども、そうしないと大きく取れてしまうようなんですよね。じゃあ LINE 入力の方に項目切り替えまして、音が小さかったり大きかったりした場合はどうするかと言いますと、ワイヤレスマイクのレシーバーのゲイン入力を切り替えるんですよね。じゃあですね、言い換えればですね、標準マイクですとかいうようなものを項目使っているときに、
原因入力切り替えればいいんじゃないのというふうに思われるかもしれないんですけれども、そうするとですね、あまり変化がなかったんですよね。例えばなんですけれども、原因入力をプラスマイナス0の状態でマイナス6に変更しても音の大きさほとんど変わってなかったんですよね。あら、なんだなんだと思いましてよくよく考えるとですね、標準マイクになっている時には GoPro ってオートゲインという機能があると思うんですけれども、特にオートゲインに切り替えるとかいう項目はないんですが、もともとそういう設計だと思うんですよね。そのためですね、音声の方が小さく入力されたりとかいたしますと、若干なんですけれども、音を持ち上げたりですね、そのオートゲインがですね、どうやら邪魔をしているようで、常にですね、大きい音で収録ささってしまうと。ただ、ライン入力の方にいたしますと、そういうオートゲインの方は切れて、外部から入ってくる音で調整をするというものらしいですから、その項目に変えることによってですね、ワイヤレスマイクのレシーバーのゲイン調整の方がうまく働いてくれるということを、最近なんですけどもね、知ったんですよね。大きく音が入るのは、そういうものなんだろうというふうに考えていたんですけれども、そうではありませんでしたね。いやー、ちょっと風が強い。なんだ今日は。もう木なんかわっさわっさ揺れてますけど、旗も結構な勢いで揺れてますね。そんな感じでですね、これからはですね、マイクの方を変えましたら、項目の方も変えて使っていこうかなというふうに思いますね。というわけで、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。